キルがそこそこでも信頼される協調型とかの方が成果が出ることっていうのも割とあります、ね。やりたがらない役割を引き受ける人がいるっていうのが重要なんですよね。なるほど。セカンド、サードの人をちゃんと作って、教育してしっかりそこを据えるということが大事ですよね。こんにちは、本日です。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業。これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ見ていただけると嬉しいです。はい、本日もお願いいたします。本日のテーマがですね、強いチームは設計できる適材適所とブレーン構築ということで、こちらどういった内容でしょうか。はい、質問でまた5人チームを作るとした時に理想のタイプはとかですね、はい、自分の部下の選び方みたいな、なんかそんなような質問があったんで、今回はそうですね、チーム作りみたいな、チームの作り方みたいなことで考えていることをお話ししたいと思います。はい。なんでチーム作りが重要なのかっていうところから入ると、どれだけその優秀な人を集めてもですね、チームで成果を出す力がなければ限界がありますし、逆に言うと優秀じゃない人を集めたとしても、チームで成果を出すことができれば、それが結果としていいわけですよね。人って本当に不思議だなと思うんですけど、1人プラス1人が物理上2人ですけど、成果としては1人プラス1人が3になることもあれば、0.5 になることもあると。チームで働く意味っていうのは、個人の限界を超える相乗効果を生むことにあると思うので、そもそも会社っていうのがそういうものですからね。個人でできないことはやっぱ集団でやっていこうと。いうことでやっぱりこう集団っていうのはできていきます。会社っていうのはもう最たる例だと思いますので、チーム作りがうまくできるんであれば、より成果も大きくなるというふうに捉えてもらえればいいかなと思います。なるほど。チームの作り方で言うと、とにかく最初にみんな間違えるというか、やってしまいそうなのは、いい人がいっぱい取れればいいんだと、いうことを言うんですけど、じゃあいい人の定義何なんだなとかっていつも思うわけですね。これ会社でよく話すときによく言うことが、例えばスポーツチーム、チームスポーツですよね。思い浮かべましょうと。例えばですね、じゃあサッカーとか思い浮かべたときに、めちゃめちゃスターみたいな選手が、例えばメッシがすごいと。じゃあメッシが11人、全く同じようなメッシが11人いるチームと作ったら、じゃあ絶対にどこにも負けないのかと言ったときに、そんなことはないよと。メッシはすごい素晴らしい選手ですけど、やっぱりサッカーでも役割分担がありますよねと。簡単に言うとポジションで言うとフォワード、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパー。メッシはね、例えば点を取るのが得意としても、その人がじゃあディフェンダーやって本当にうまくディフェンスできるのかという話になったりするわけですね。やっぱり役割分担がしっかりしてて、それぞれの役割において強みを発揮できる選手を集めたら、やっぱり強いチームになるわけですよ。ゲームで言っても大体そうなりますよね。僕の時代で言うと昔ね、ドラクエとかね、ありましたけど、必ず勇者、戦士、魔法使い、僧侶とかなんかいろいろ賢者とかですね、役割がありますよね。全員が勇者でも多分チームまとまらないんですよ。で、これは引っ越しの作業も一緒で、すごいリーダー、優秀な人が4人作業で4人行ったとしても、仮に、反対側で優秀な人が1人と、優秀じゃないけど普通に物運べますよっていう人が3人行くときって、結果は分かれますよね。しっかりと役割分担とか適材適所みたいなところがうまくいくチームがやっぱチームとして成果出せるかなと思ってます。やっぱり能力かける役割が補い合う、チームとしてバランスが取れていることがもしかしたらいいと思いますね。11人全員がだからエースでは成り立たないわけで、だからそれぞれ役割を持っている適材適所が必要ですよね。優秀な人って言った時にも、やっぱり優秀な人でもやっぱり優秀ですけど苦手分野もあったりするんですね。例えばめちゃめちゃ営業して受注はできるけど、細かい処理とか、事務作業がすごい苦手だとかですね、めちゃめちゃこう人を採用することに長けてるけど、マネジメントがあんまりうまくないとかですね、必ずしもやっぱりそういう得意なところがありますから、そういったところチームで
補完していく、カバーしてし合うということが理想ですよね。なるほど。はい。チームを作るときに重要なのというのは、まず一つ目は、共通目標に向かう意思、コミットメントみたいなですね。二つ目は、意見を率直に言える。こうやった方がいいんじゃないか、ああやった方がいいんじゃないかとかっていうのも、気兼ねなくやっぱり言えたりとかですね。結構実は重要なのが3つ目で、やりたがらない役割を引き受ける人がいるっていうのが重要なんですよね。なるほど。俯瞰的役割というかですね。確かに。チームを作るときに 7C みたいな、7つの C みたいな言われることあるんですけど、はい、本当に割とその通りだなと思います。成果を出すチームを作るためには、単なる個人力でメンバーを集めるよりも、チーム力に貢献する人材、要はチームとして成果を出すために必要な能力とか、必要な属性を持っている人材を選ぶっていうのは一つポイントとしてあります。ちょっと踏み込んでいくと、スキルがとにかく高い自己中心型みたいな人よりも、スキルがそこそこでも信頼される協調型とかの方が成果が出ることっていうのも割とあります。特に初期のチーム育成、チーム形成時には空気をちゃんと作れる人、これは割とリーダーとかですけど、信頼される人とか推進できる人っていうのが必要ですよね。あと、やっぱりチームを作っていくときに役割分担の中で、自分の片腕ブレーンみたいなのが結構重要ですと。経営者とかですね、リーダーの話になると、ファーストペンギンみたいな例えを持ってですね、要は1人目のリーダーがすごい重要だみたいな。確かに私たちも会社経営する中でいろんな拠点がありますから、トップっていうのがものすごくやっぱ重要なんだなと実感するんですね。なんですけど、トップも大事ですけど、意外と注目されてないんですけど、それこそファーストペンギンがいる中で、そのファーストペンギンをちゃんと成功させるためには、セカンドペンギン、サードペンギン、2人目、3人目が意外と重要なんですね。言い方変えるとリーダーとフォロワー、最初のフォロワーが重要なわけですよ。なんで、それをだから僕としてはブレーンと言ってるわけですけども、ですから重要なのはとにかくセカンド、サードをやると。セカンドペンギン、サードペンギンということですね。だから、まずトップがチーム作りでやることっていうのは、ちゃんと自分の片腕、セカンド、サードの人をちゃんと作って、教育してしっかりそこを据えるということが大事ですよね。割と見ていると、リーダーでポンって一人立って、確かにそのリーダーの能力がすごければ、一人である程度人数はまとめられます。でもやっぱりそれなりの人数を超えるときとか、強固なチームを作るときっていうのは、ブレーンを主軸として、役割分担とか適材適所がちゃんとできる。こういうことはやっぱすごい重要ですよね。確かに。どのチームにもですね、目立たないけど必要な役割っていうのは結構ありまして、例えばですけど、僕が一番結構重要視するムードメーカーなんですね。フォローしてくれる人とかですね、そういう役割とかめちゃめちゃやっぱ大事なんですよね。だから時によってはリーダーがムードメーカーになる時あるし、セカンドがムードメーカーになる時あるし、とあるメンバーがムードメーカーになる時もあるし、しっかりとやっぱそれぞれが強みがあって弱みを補完して、時においてはそれぞれがムードメーカーやフォローとかっていうのを変わるがあるちゃんとできると、いうことが必要なので、やっぱり改めてお返しがちなのは、全員が優秀である必要はないと。適材であればそっちの方が良くなる可能性が高いということですね。なんで強いチームっていうのは、本当に強いチームはですね、一人のスターじゃなくてですね、機能するブレーン、セカンドペンギンとかサードペンギンとか、そういうところからやっぱ生まれる、と思うので、リーダーがもちろんしっかりしていることもリーダーとして立つことも大事なんですけど、次やったら機能するブレーン、片腕がしっかりで作って、そしてメンバー全体に役割分担を適材適所を考えて、長所を生かして、それぞれの個性、違い、強みとかっていうのを力に変えていく。こういうことができると、めちゃめちゃいいチーム、成果が出るチームになると思いますね。適材適所。確かに大事ですね。ありがとうございます。本日は強いチームは設計できる、適材適所とブレーン構築ということでお話をさせていただきました。少しも気づき、学びがある方がいらっしゃったら嬉しい限りです。ありがとうございました。